ボール部、ボール全体に圧迫感。原因、足に対して靴が細い。調整方法としては、ストレッチャーで全体を広げる。もしくは薄いインソールと取り替える。ハンマリングで厚みを潰すなどがあります。屈曲した際にシワが足に当たる。足が前に滑る。厚みが余る。原因。足に対して靴が太い。もしくはボール部の不一致が挙げられます。調整方法としては、履きじわ部分を叩く、もしくは揉む。ポイントストレッチャーなどを使うと揉みやすいです。ハーフインソールを入れる。履きじわを足と同じ位置につけるというのも有効です。パンプス、スロート部が当たる。原因、足と靴の太さの不一致。デザイン、縫製によるものなどが挙げられます。調整方法としては、ハンマリングで厚みを潰したり、ポイントストレッチャーで軽く伸ばしてあげることで解消される場合があります。ハーフインソールを入れる際の注意点としては、足のボール部の下にインソールの幅の広い場所が当たるようにします。中敷きが外れる場合は足裏に当てて位置を確認した上で入れる場所を決めましょう。両面テープなどで留めると動かずその後のズレなども防止できます。踏みつけ部にタコ、魚の目、痛みなどがある。原因、外反母趾、開腸側。調整方法としては、ハーフインソールを入れる。サポートインソールと入れ替える。足幅がきつい場合にも有効です。タコ、魚の目の症状が重度の場合、インソールをくり抜くという方法もありますが、かなり慣れたスタッフ以外は行わないようにしてください。エコーで販売しているサポートインソールには、ペロッティという中足骨を持ち上げるパッドが入っています。これは外反母趾、開腸側など、ボール部に圧力のかかっている方に非常に有効です。ぜひお勧めしてください。インステップ部とトップライン部。結腸骨あたりの圧迫。トップラインの空き、笑いと表現する場合もあります。外下下の圧力。甲が圧迫される。外下がトップラインに当たる。甲での押さえが効かない。原因。足と靴の大きさの不一致。デザインによるものなどが挙げられます。調整方法としては、圧迫されている場合、ハンマリング、ポイントストレッチャー、シューズのデザインを変更する、薄い中敷きに入れ替えるなどが挙げられます。緩い場合、アーチパッドを挿入、もしくは様々なインソールを入れ替える、もしくは上に乗せるなどが挙げられます。ハーフインソールを入れる際の注意点をお伝えします。一般的にハーフインソールはこの位置をつま先にすることが多いですが、実は日本人の足型に対してはあまり向いていません。なぜかと申しますと、親指の厚みがあり、指が短いことが多いことで、この位置で入れてしまいますと、親指がぶつかって圧迫を受けてしまうケースがあります。ですので、お客様にハーフインソールを入れて差し上げる際は、このまま逆さにします。
逆さにした状態で、ちょうどこのような位置ですね。指の付け根の位置がこの縁に当たるような状態。指と指の隙間、この位置が剥目の位置になります。この位置で内側にセットしていただいて、中に入れていただきますと、親指がぶつかったりすることなく、甲の厚みを調整することができます。この向きを覚えてください。逆さまに入れている方が多数いらっしゃいますが、親指がぶつかっているケースは、お客様はなかなか気づいていないケースもあります。特に日本人は甲も薄いことが多いので、この向きで入れていただくことを推奨いたします。ぜひお試しください。トップラインの開き。仙状骨周辺をポイントストレッチャーで柔らかくし、足なじみを良くします。デザインを変更することで解消される場合もあります。アーチ部。土踏まずに隙間。これはエコーではアーチパッドを販売していないのですが、エコーのインソール、ジェルソールなどを同じような位置に置くことで解消される場合がありますので、ぜひ試してみましょう。ヒール部。ヒールカーブ、ヒールグリップが合わない。原因。ヒール部が深い。ヒールカーブが合っていない。かかと幅が不一致。甲での押さえが効かない。などが挙げられます。調整方法としては、ヒールインソールやハンマリング、ポイントストレッチャー、デザインの変更、ヒールサポートの挿入などが挙げられます。調整具を使わずに手だけでもかかと周りを柔らかくすることができます。保湿クリームを使って皮を保湿し、揉んでいただく際に、かかと周りに入っているヒールカップ内側にある芯材自体を揉んで柔らかくするという方法があります。保湿クリームをなじませていただいたら、一回かかとを内側に向かって倒します。その後、外に向けて全体を揉みます。これを数回繰り返していただきますと、どんどん芯材が柔らかくなります。他のメーカーさんが使われている芯材はプラスチックで使われているものが多く、このようなことをしてしまいますと割れてしまいます。ですので、他のメーカーさんでは全くすることはできません。エコーの場合、芯材に樹脂と繊維を混ぜたものを熱で加工してこの形、この硬さを出しています。ですので、力を加えて手の体温を使って熱を加えることによって非常に柔らかくすることができます。実際これだけすぐに柔らかくすることができます。ぜひ試してみてください。以上が靴の調整とパッキングになります。